今回の動画では近日中に実装される新たなイベント、統合戦略 No.2、ファントムとクリムゾンソリティアの紹介及び解説を行っていきます。ファントムとクリムゾンソリティアは昨年の2月から3月にかけて開催された統合戦略 No.1 ケオベのキノコ狩り冥界と同じローグライク形式のイベントで、前回はキノコで幻覚を見ていたケオベが主役となっていましたが、今回は数週間前より消息を絶ってしまったファントムをドクターたち遭難救助隊が捜索を実施。救助隊たちはファントムが入り込んだとされる古城に潜入し、ファントムを救出するという物語となっています。これまでうっすらとしか明らかになっていなかったファントムの過去や、ファントムが以前に所属していた劇団、クリムゾン劇団の存在も明らかになります。それでは、今回の統合戦略にて新たに追加されたシステムなどを紹介していきます。なお、前回の統合戦略と同じだった部分に関しては、一つ一つ紹介していくと非常に長くなってしまうため、簡易の紹介のみとなるのでご了承を。今回のイベントのトップ画面は上記のものとなっており、それぞれの項目名の大まかなものはこんな感じ。統合戦略を開始する際は、前回と同じく、まずは難易度を選択して、その後に探索開始アイコンをタップします。イージーでは入手できるポイントが 0.5 倍になる代わりに、最初から強力なお宝が、ノーマルは特にメリットもデメリットもない状態で開始、ハードは強烈なデメリット効果を持つお宝を最初から所持した状態の代わりに、得られるポイントが 1.2 倍となります。まずはじめに分隊形式を選ぶという形に変わりはありませんが、新たに選択できる分隊が2種類増えました。一つは研究分隊、初期耐久値がプラスにされ、さらに戦闘時に獲得する時期経験値がプラス 30% されます。なお、研究分隊を使用するには、時期経験値を1000集めるという条件をあらかじめクリアしておく必要があります。そしてもう一つが高規格分隊、統合戦略開始時、追加で高級称募券を1枚入手できます。なお、高規格分隊を使用するにはあらかじめ20人以上のオペレーターを要した状態でエンディングを1回迎える必要があります。使用する分隊を選択した後は、最初に雇用するオペレーターを3人選びます。前回は職種は完全にランダムでしたが、今回は4つのセットから1つを選ぶことができるようになったので、職種が偏るということはなくなりました。なお、一番右にあるセットは、ランダムに3枚の称募券となっていますが、同じ職種が3枚排出されるということはなく、ランダムというデメリットの代わりに、1枚は必ず、星4臨時招集を含む高級称募券が含まれることになります。なお、ランダムセットの方は、他のセットで1回エンディングを迎えなければ解放されません。オペレーター雇用の際の操作や消費する希望の数は前回とほぼ同じですが、今回は戦友などからサポートを1人借りることが可能となっています。サポートを借りる際の画面が上の通り、基本的には通常時と大きな違いはありません。ただ、当然サポートを借りる際には希望を消費しますし、戦友でないドクターのサポートを借りる際のスキルランクは7が上限となるので注意が必要です。分隊編成後の大まかな流れは以前と同じ、様々なステージやイベントをこなし、エンディングを迎えることが目的となります。ただし、今回の統合戦略では、様々な要素が追加されています。一つは幻覚と呼ばれるステージ環境。幻覚はその層すべてのステージに作用するギミックで、解除する術はありません。ただし、幻覚が作用するのはその幻覚が発生した層のみ、3層で生存の幻覚が発生した場合、ランダムなのでゼロではありませんが、競争でも生存の幻覚が継続するということはほぼありません。なお、解除する術もなければ幻覚を予防する術もないので、どうあがいても幻覚は受け入れる必要があります。ただし、幻覚が発生する確率はランダムなので、全く幻覚が発生しないということもかなりの頻度であります。幻覚の種類は全部で9種類、メリットとデメリットを併せ持った幻覚が多く、例えば暴爆は1層あたりのステージ数が多くなってしまうので、後半の層だと厳しい部分もありますが、前半の層であればステージの難易度が低くなっているため、経験値稼ぎなどに活用することができます。一方で、憶測といったデメリットでしかない幻覚もあります。なお、幻覚は同時に2種類発生することもあり、上の画像の場合は、平日とボードの両方が発生している状態です。続いて、キャノットのショップを紹介。キャノットのショップは前回と同じく、原石水を消費することで様々なお宝を入手できるという点は変わりませんが、新たなシステムとして将来性投資が追加されています。将来性投資は所持している原石水をキャノットに渡した原石水の数が一定数に到達するごとに様々な恩恵を恒久的に得られるというもの。
例えば右下の欄は現在はロックされてしまっていますが、渡した原積水の数が一定数に到達した後は常に開放されっぱなしとなります。投資は自分が現在所持している原積水を渡すことでできますが、所持している原積水を全て渡すということはできず、一定の投資を行うと投資先がロックされてしまい、それ以上投資することはできなくなります。投資できる数はランダムであり、また一度ロックされてしまうと現在の探索中は投資することはできません。つまり、1層で投資がロックされた後に、4層で再びショップを訪れても投資はできないというわけです。投資を再開するには、探索を一度クリアするか失敗するかして、再度1から始めるしかありません。なお、投資した原積水の数は恒久的に引き継がれるので、一度200個や200個投資する必要があるというわけではありません。なお、投資した原積水の数と投資によるリターンの詳細は、トップ画面から向かうことができる将来性投資の画面で確認することができます。また、投資した原積水の数が200以上となれば、投資した原積水を引き出すということも可能になります。ただ、引き出すには手数料がかかりますし、正直引き出すことはあまりない印象です。また、ショップなどでは新たに、設置物などのギミック要素も獲得することができます。使用できるギミックは、幻想の掟で登場した簡易補給書や、マリアニアールで登場したミスターランブル、7章の地雷などなど、いわゆるお助けアイテムに近いものにはなっていますが、一度に所持できるギミックは一つのみなので、簡易補給書とミスターランブルを同時に使用するといったことはできません。すでにギミックを所持した状態で新たにギミックを入手すると、上書きされてしまうので注意が必要です。続いて演目について紹介。演目は、ステージクリアの際に時たま報酬としてドロップする要素で、演目を獲得すると様々な恩恵を得ることができます。ただし、演目の効果はその演目を入手した層のみ、つまり3層で演目を入手したのであれば、演目の効果は4層に向かうと消滅します。そして、赤枠で囲っているものが演目となるのですが、未知という記載からもわかる通り、演目は実際に入手するまで、どのような効果なのかがわかりません。また、演目もギミックと同じく同時に複数所持するということはできないので、すでに演目を所持しているのであれば、新たな演目に上書きするかも考える必要があります。演目で得られる効果は、耐久値の増加や、得られる原積水の数の増加、知識経験値の増加、攻撃力や防御力の上昇などなど、効果には状況に応じて当たり外れはありますが、損するものではないので出現した際は、必ず入手しておくようにしましょう。入手した演目はトップ画面から向かうことができるコレクション画面にて確認することができるので、演目も収集要素の一つとなっています。そして、ステージ内にも新たなギミック、主なき宝箱が追加されます。主なき宝箱は上の画像のように、ステージ内の地上配置可能マスのどこかにランダムで配置されます。宝箱は敵が宝箱のあるマスまで進んでくると消滅してしまいますが、ステージクリアまで宝箱を守りきることで、リザルト画面で入手できる原積水の数が宝箱1つあたり1個増加します。ただ、このようにかなり前のめりに宝箱が配置されることもあり、宝箱を追いすぎると陣形が崩壊しかねないので、宝箱を諦めるというのも手段の一つです。以上が今回の統合戦略にて追加される探索中の新たな要素などとなります。続いて、舞台裏準備について紹介。舞台裏準備は前回の統合戦略の神経回路と同じくオペレーターたちのステータスなどを恒常的に上昇させるというもので、舞台裏の強化を行うには探索を終了することで得られるポイント、ダークインスピレーションを消費する必要があります。舞台裏の強化には段階があり、特定の項目だけひたすら強化するということはできず、例えば上の画面だと攻撃力強化、防御力強化、味方 HP 強化、開始時所持原積水増加をそれぞれ2段階ずつしか開放できません。強化は全部で5つのフェーズが存在、次の段階に進むにはそれぞれの項目を全て開放しなければならないというわけです。逆に言えば、それぞれのフェーズの項目を全て強化しなければ、それぞれのフェーズの最終強化点を開放することはできません。最終まで強化することで様々な強化内容を得られることができ、攻略に有利に働いてくれるので、手に入れたダークインスピレーションはさっさと強化に使ってしまいましょう。以上が舞台裏準備の紹介と解説になります。続いて今回の統合戦略の報酬要素、古城筆記を紹介。古城筆記は探索を終了することで得られるポイント、ろうそくを一定数集めることで報酬が得られる要素で、古城筆記のレベルを1上げることに表示されている報酬を獲得できるという形になっています。
他のゲームを例に挙げるのであれば、Apex や Fortnite などのバトルパス形式です。なお、古城筆記の最大レベルは1ヶ月ごとに増加していくという形で拡充されており、統合戦略実装当初はレベル50までしかなかったものの、動画を制作している6月時点では125まで拡充されています。なお、毎月の拡充には、それぞれ目玉の報酬というものが存在しているので、今回の統合戦略の一つの目的は、これら目玉となる報酬の入手を目指していくという形になります。拡充の詳細については後ほどご紹介します。以上が古城筆記の紹介と解説になります。続いて、侵入調査の紹介と解説といきたいところですが、侵入調査は統合戦略実装時には実装されておらず、後ほど実装なので実装時に解説します。なので、次は今月の正体を紹介。今月の正体は、初期編成が特定のオペレーターで構成されているというもので、最初に実装される今月の正体、カステル懇親会ではマドロック、アルファリン、ウィグナがあらかじめ編成された状態で始まります。マドロックたちの育成度合いは、レベル最大、スキルレベル最大となっており、今月の正体のオペレーターたちを所持していなくてもプレイすることが可能です。また、今月の正体ではあらかじめ用意されているオペレーター以外、つまり、マドロックたち以外も探索中に招集することが可能なので、この3人だけでステージをクリアしなければならないというわけではありません。今月の正体ではミニストーリーのようなものがあり、このミニストーリーを開放することが目的となります。ミニストーリーはパート1からパート3まであり、パート1は開始時、パート2は3層到達時、パート3は5層到達時に開放されます。なので、今月の正体は5層到達が目標になるというわけです。また、今月の正体はクリアすることで、ろうそくが1000ポイントと様々な育成素材も獲得することができます。ミニストーリーは一度探索で閲覧したのであれば、こちらもコレクション画面で何度でも確認することが可能。ただし、今月の正体は名前の通り、統合戦略更新中は実装月しか遊ぶことができないので注意が必要です。ただ、統合戦略の更新が終了した後は常駐になるとのことなので、一度逃すと一生閲覧することができないというわけではないようです。以上が今月の正体の紹介と解説になります。続いて、今月の依頼版について紹介と解説。今月の依頼版はいわばマンスリー任務のようなもので、探索中に特定の行動を行うことで達成し、ろうそくを得ることができます。依頼内容は月に最大4回まで更新することが可能で、達成することが難しいと感じた依頼を更新することで、他の依頼に変更することもできます。依頼の期限はその月の最終日まで、期限終了後は強制的に更新され、進捗もリセットされるので、ろうそくとコンテンツを漏らしたくないのであれば、毎月最低でも今月の正体と今月の依頼版だけはこなすようにしましょう。以上が今月の依頼版の紹介と解説になります。続いて、クリムゾンコレクションの紹介と解説。クリムゾンコレクションの画面は上のものとなっており、各種項目名はだいたいこんな感じ。それでは、過去の公演展覧会から順に紹介していきます。過去の公演展覧会は、統合戦略中に描写されたイラストが、通信記録系は今月の正体のミニストーリーのログ、流星転送はイベント中に流れる BGM の鑑賞。この画面でイベントトップ画面の BGM も変更できます。戦術道具箱は統合戦略中に入手できるギミックのコレクションの確認。調整者の宝箱は統合戦略中に入手できるお宝の確認。パンフレットは統合戦略中に入手した演目を確認することができます。以上がクリムゾンコレクションの紹介及び解説となります。ファントムとクリムゾンソリティアでは勲章も実装されます。勲章の内容は、お宝を100個集める、オペレーターを40人招募する、演目を50個獲得するなど、回数をこなせばクリアできるものが多く、裏エンドや新エンドといった高難易度の要素はないので、勲章の入手難易度は特段高いというわけではありません。勲章の獲得期間は最低でも6ヶ月はあるので、ゆっくりと入手していくといいでしょう。続いて、今回の統合戦略で毎月追加されていく報酬を紹介。古城筆記でも紹介した通り、毎月のコンテンツアップデートで報酬が追加されていく形が取られています。ファントムとクリムゾンソリティアの実装時点では、シャレムが報酬として実装されます。シャレムは術技 H タイプの重装オペレーターで、統合戦略中は性能が上昇するという素質を持ち、また、勲章の入手条件にも、シャレムを数回使用するというものがあるので、統合戦略では積極的に使用していくといいでしょう。
統合戦略実装2ヶ月目のアップデートでは、テーマアイコン、クリムゾン劇団が報酬に追加。また、テーマアイコン、ファントムは常にここにも追加されます。統合戦略実装3ヶ月目のアップデートでは、誇張イメージ家具コレクションバッグその1が追加。統合戦略実装4ヶ月目のアップデートで、ついにファントムのアニメーションコーデが実装されます。統合戦略実装5ヶ月目のアップデートで、誇張イメージ家具コレクションバッグその2が追加。合わせて、星6特殊の印4個も追加されます。統合戦略実装6ヶ月目のアップデートで、家具、終幕の告げが追加。そして、最後のアップデートとなる統合戦略実装7ヶ月目のアップデートで、ホーム画面背景が追加されます。以上が、今回の統合戦略で毎月追加されていく目玉となる報酬となります。ここまでが統合戦略、ファントムとクリムゾンソリティアで新たに追加された内容。続いて、今回の統合戦略にて活躍する可能性が高いオペレーターを紹介。なお、おすすめのオペレーターは、投稿者の主観が十二分に入ったものとなっているので、人によってはおすすめのオペレーターが異なるとは思いますが、その点はご了承ください。なお、星3オペレーターに関しては、消費する希望の数が0という関係上、全員使用することになるというより使用せざるを得ないので省略させていただきます。また、統合戦略が実装された時点で実装されていないオペレーターも省略しているのでご了承を。まずは先方オペレーターから。先方は前回の統合戦略の時と同じく、あまり重要な役職ではないので、基本的な役目はコスト稼ぎとなります。その点で言えば、間違いなく天人化は最適解の一人と言えるでしょう。危機契約に統合戦略と相変わらず天人化に休む暇はなさそうです。続いて前衛オペレーター。このあたりはもはや定番のメンツが揃っているという感じ。ソーンズは前回のローグライクに引き続き相変わらず大暴れしますし、スルトは対ボス専用としてシルバーアッシュは編成しているだけで再配置時間が短くなり、スキル3による敵の一掃が非常に強力です。そしてマウンテンやパラスもおすすめ。マウンテンはメインスキルが2のため初動の安定役として比較的優秀な部類で、パラスはお宝前提ではありますが、ただでさえ回転が速いスキル1が凄まじいことになります。続いて狙撃オペレーター。ユーリュウチェンはもはや言わずもがなでしょう。対雑魚戦、対ボス戦どちらでも活躍してくれます。アルケットはパラスとほぼ同じ理由で、攻撃速度上昇や SP 強化系のお宝と組み合わせれば、非常に強力なオペレーターに、エクシアは主に表ボス戦での雑魚敵の殲滅に貢献してくれます。アッシュも雑魚敵の殲滅などで大いに役に立ってくれるでしょう。続いて重装オペレーター。重装オペレーターの枠は前回に引き続き、サリアが候補としては真っ先に上がります。やはり、ブロックと回復の両方が可能なオペレーターは偉大です。時点では、自己完結しているマドロックもおすすめ。リジェネ効果のあるお宝と組み合わせることで、より強力な自己完結型オペレーターに仕上がってくれます。続いて医療オペレーター。ケルシーは序盤、特に突撃戦術分隊が解放されていないときは、初動の最適解とも言えるレベルで、1走や2走の緊急作戦も、ケルシーがいればこなすことが可能なため、初動のブーストに非常に向いています。ナイチンゲールは、今回の遠距離系の敵は実攻撃が多いのでその対策として、ハニーベリーは、今回の統合戦略は精神ダメージを与えてくる敵がかなり多いので、その対策としておすすめです。続いて術師オペレーター。術師オペレーターは前回に引き続きエイヤフィアトラがおすすめ。雑魚戦に強いスキル2、ボス戦に強いスキル3とあらゆる場面にて活躍してくれます。パスセンジャーはお宝の組み合わせ次第ではずっとスキル3を打ち続けるという凄まじい状態に。スキルの攻撃範囲の広さも相まって文字通り誰もパスセンジャーの周囲に近づくことができないという状況になります。続いて補助オペレーターと行きたいところですが、個人的には今回の統合戦略実装時点では特におすすめのオペレーターはいないという雰囲気。前回猛威を振るったシーンですが、今回に関しては初動からある程度編成を決めることができるので、特にこだわりがなければシーンを選ぶ必要性は薄いといった状況です。シーンが今回の統合戦略に適合していないというよりかは、システムの改修による重要性の低下となっているので、シーンが使えなくなったというわけではありません。なので、編成が初動は固定されてしまっている今月の招待などでは活躍することが可能です。続いて特殊オペレーター。統合戦略はシステムの関係上、予想外な場面に鉢合わせすることが多く、そういった場面では高速再配置系はリカバリーとして非常に優秀。特に事故につながりやすいピンボールステージは今回も健在なので、
保険として高速再配置のオペレーターを1人は雇用しておくといいでしょう。以上が今回の統合戦略にておすすめのオペレーターたちとなります。統合戦略では編成すらも運に左右されるので、実際にこのような編成を組むのは難しくなっています。なので、今回紹介したオペレーターたちはあくまでも軸としての採用を想定し、その周囲をその他のオペレーターたちで埋めるというような柔軟な編成を目指しましょう。以上が統合戦略ナンバー2、ファントムとクリムゾンソリティアの紹介及び解説となります。この動画が良ければ動画制作の励みになるので、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。